最近スーパーに行ってもガソリンスタンドに行ってもなんかいろいろ高くなったなーって感じませんか？実はその原因、あなたが思っても見ないずーっと遠い場所にあるかもしれないんです。今日はですね、気づかぬうちに私たちの家計をじわじわと脅かしている、その隠れた存在の正体に迫っていきたいと思います。スーパーのレジで合計金額を見て、あれまた高くなったな。ガソリンを入れるたびにメーターの数字にため息。電気代の請求書なんてもう開くのがちょっと怖いですよね。わかります。でもそれ、あなたの気のせいでも節約が足りないわけでもないんですよ。もしですよ、もしその毎日のまたかっていうため息の原因が日本からはるか8000キロも離れたたった幅50キロの海の通り道にあるとしたらどう思いますか？ちょっと信じられない話かもしれませんけど、今その小さな盛況が私たちの財布と直結する大きな脅威になりつつあるんです。はい、最初のセクションです。日常の意にそぐむ脅威。その犯人の正体。それはホルムズ海峡です。この地図で見ると本当に細い線ですよね。でもここが世界のエネルギー供給の、そして特に僕たち日本の経済にとっての大動脈なんです。世界中を船で運ばれる原油のなんとおよそ3割。そして日本が中東から買っている原油はほぼ 100% この狭い道を通ってくるわけです。まさにここを止められたら僕たちの生活が止まっちゃうくらいの本当の生命線なんですね。いやいや、でもそれは遠い中東の話でしょって思いますよね。そう思うのが普通です。でもつい最近同じような海の危機が私たちの食卓を直撃したっていう実例があるんです。これはもう対岸の火事じゃ済まない話なんですよ。この流れを見ると、もう一目瞭然ですよね。まず、中東の航海で攻撃が始まる。すると、船が遠回りをせざるを得なくなる。で、その結果、日本に届くはずのパスタが遅れて、最終的に北海道のコンビニからナポリタンが消えちゃう。まるでドミノ倒しみたいに、世界の裏側で起きたことが僕たちのすぐそばの日常に影響する。これが今の世界のリアルなんです。さて、セクション2です。歴史からの警告、本当のコスト。じゃあもしホルムズ海峡で何か起きたら、一体僕たちの家計に具体的にいくらのお金がのしかかってくるんでしょうか。過去の出来事と未来のシミュレーションから、そのちょっと衝撃的な数字を一緒に見ていきましょう。これ、驚きじゃないですか？歴史の授業で習ったオイルショック、トイレットペーパーの買い占め騒動とかありましたよね。あれからもう半世紀、50年も経ってるのに、日本のエネルギーの弱点、アキレス腱は全く同じ場所にあるんです。今も昔も僕たちは中東からの石油っていう一本の細い砂にぶら下がってる。この構造は残念ながら何も変わっていないんですね。さあ、ここからがこの話の一番大事なところです。この世界規模のリスクを皆さんの、そう、あなたのお財布の中身っていうめちゃくちゃ身近な視点に翻訳してみましょう。もしもホルムズ海峡が封鎖されたら、一体あなたの財布からいくら余分にお金が出ていくことになるんでしょうか。ある試算によると、平均的な家庭で年間およそ20万円以上。これがホルムズ海峡が封鎖された場合に追加でかかるお金です。月々じゃないですよ。年間です。この数字どうでしょう？ちょっとしたボーナスが丸々消えてなくなっちゃうくらいのすごいインパクトですよね。で、この20万円の内訳がまたじわじわ効いてくるんですよ。原油の値段がもし2倍になったらって仮定すると、まずガソリン代。これが月にプラス8000円。結構大きいですよね。で、電気代も月に6000円上がっちゃう。でも本当に怖いのはそれだけじゃない。ペットボトルとか食品のトレーとかプラスチック製品も値上がりするし、商品を運ぶトラックの燃料費も上がるから、結局スーパーに並ぶほとんど全てのものの値段が上がってしまう。静かにでも確実に僕たちの家計を圧迫してくるんです。さて、セクション3です。あなたの家計防衛プラン。でもただ、不安を煽って終わり、じゃあ意味がないですよね。大丈夫です。ここからは、この見えない脅威に立ち向かうための具体的な武器、つまり、あなたの家計を守るための今日からできる実践プランに入っていきます。歴史って面白いもので、ただ繰り返すだけじゃなくて、そこから学ぶこともできるんですよね。
1973年のオイルショックという大ピンチがあったからこそ、日本はじゃあどうするって考えて、世界一の省エネ技術を生み出すことができた。つまり、危機を正しく知ること。これがそれを乗り越えるための最初で、そして一番大事な一歩になるんです。そこで提案したいのが、この3ステップ防衛フレームワークです。めちゃくちゃシンプルですけど、めちゃくちゃ強力です。難しいことは一つもありません。じゃあ、それぞれのステップが具体的にどういうことなのか、一つずつサクッと見ていきましょうか。まずステップ1はコストの見直し。これはもう今日からでもできますよね。特に電気代。意外と契約したまんまっていう人多いんですよ。電力会社のプランを見直すだけで結構安くなったりします。あとは使ってない家電のコンセントを抜く。地味ですけど、これ確実に効果あります。それからもう見てない動画配信サービスとか、そういう固定費を一個ずつ潰していく。これが家計の基礎体力をつけるトレーニングになります。そしてステップ2は資産を守る話です。もし日本がエネルギー危機になったら、日本円の価値が下がっちゃう。つまり円安が進むかもしれない。そうなると銀行に円で預けてるだけだと自分のお金の価値が気づかないうちに目減りしちゃう可能性があるわけです。だから、すべての卵を一つのカゴに盛るなっていう言葉があるように、例えば世界中で価値が認められている金とかドルみたいな外貨に少しだけ資産を分けておく。これがいざという時の保険になるんです。さて、最後のセクションです。知識こそが最強の武器。ここまでこの話を聞いてくださったあなたは、実はもう一番大事な武器を手にしているんです。それは何かというと、このリスクの存在と、その仕組みを知っているということ。これこそがあらゆる防衛策のスタートラインなんですよ。さあ最後にあなた自身に問いかけてみてください。この事実を知った今、あなたの最初の小さな一歩は何にしますか？何か大きなことをする必要はないんです。今すぐスマホで電力会社のサイトを開いてみる。でもいい。あるいは寝る前に使ってないコンセントを一つ抜く。でもいい。そのほんの少しの行動が未来のあなたとあなたの大切な家族の家計を必ず助けることになります。1973年のあの混乱の真っ只中で、ある経済学者が残したこの言葉が今回の話のすべてを物語っています。危機を知る者だけが危機を乗り越えられる。知識は武器です。そしてここまで見てくれたあなたはもうその武器を手にしています。今日のあなたはもう昨日までのあなたとは違う知る者になったんですから。